結局自分一人だけの祈りでは救われるようなことはないのだと思います。はい、皆様こんにちは。法華経の話第56回です。前回から化粧湯本に入りまして、まず導入として仏教の時間についてお話をしました。三千人連合という悠久の時の流れをどのように捉えていくかということについて考えていきました。ちなみにこの法華経の話はシリーズでお話をしておりますが、第1回から聞かなくても大丈夫です。気になったところから聞いてみていただければと思います。さて、大変な昔に大通知勝仏という仏様がいらっしゃったと釈尊は説かれました。それがどれほどの昔かというと、先ほども話しましたが、三千人連合という大変な昔であったということであります。その時に前回も少しお話ししたんですけども、かの苦音を見ること、なお今日のごとし、その苦音の出来事を今日のことのように思い出すことができる、とこうありまして、仏様というのはその大変昔からの時の流れを今日のことのように思い出すことができると仰せなんですね。これは仏様の力はすごいということもありますが、もう一つには本質的な命の問題は表面的な時代の流れには影響されないっていうことも表しているんではないかと考えています。よく私たちは時代が変わったということを言います。確かに私も幼かった頃からしても時代は変わったなというふうに思うんですね。みんなが携帯電話を持って、今で言えばスマートフォンを持つようになりました。人とのつながりの形も変わってきたと思います。そういった変化というのはあちこちにあるように思うんですね。そのような変化を見逃すことはもちろんできません。しかし、生きている命のことを見ていくときに、そういう時代性ということは踏まえつつも、あまりそういったものに引っ張られない見方というものも大事なんではないかなと思うんですね。例えば、最近核家族になってきているっていうことが言われます。言われますけど、この核家族化というのは私の小さい頃から言われてきたように思うんですね。そこで調べてみましたら、この核家族化というのは1963年、昭和38年に流行語となったとありました。今に始まったことではないんですね。よく若い世代の考えることはわからんというようなことを言いますが、昔の書籍などを読んでも、やっぱり同じように若い人間の考えることはわからんって書いてあったりするんですね。明治時代から大正時代に書かれた本の中に、最近の若い者は信仰心がなくて困るとこうありました。若い人が信仰心から遠いのはどうも今に始まったことではないようなんですね。そうすると若い世代のことはわからんというのは、若い世代の人の声を聞こうとしてないということも言えるのかなと思います。最初から随分と余談が過ぎてしまいましたが、仏様は表面的な時代性などではなく、いつでも私たちの本質的なところを見ていてくれる存在だというのが、このお経文の中に現れているのかなとも思っています。さて、大通知勝仏の寿命はとても長い年月であったそうで、その中でこの大通知勝仏は仏道修行に励み、魔軍を箸終わってと、仏道を妨げる一切の魔の軍勢を破り終わり、そしてとても長い時間をかけて成仏をした。大通知勝仏は成仏できたとこうあります。この魔軍というのは軍勢ということではなくて、仏道修行を妨げるものを表しています。で、この魔は三生四魔という教えもありますが、これはまた別の機会にお話をします。で、魔というのは大まかに2つの捉え方があって、それが外魔と内魔です。外魔というのは外から自分の行うことを妨げるような要因のことですね。もう一つの内魔というのは内から湧き上がってくる。自分の内面から浮き上がってくる魔です。気分が乗らないとか、気が散ったりとか、いろいろと理由をつけて何もしたがらないような魔です。時に内魔はこじらせてしまうと嫉妬や妬みにもつながってしまいますから、非常に怖いものだと思います。そして大体私たちはことがうまくいかないときはこの外魔のせいにします。なぜかというと、それはわかりやすいからですね。外から邪魔されるものは気づきやすいものです。
でも多くの場合、ことがなせないのはこの内魔のせいであったりします。ですから仏教ではこの二つの魔というのを意識して浄土を目指しなさいと説くわけですね。大通知勝仏はこの二つの魔に打ち勝って、そしてさらにとても長い時間をかけて修行をし、仏様を供養していったことで成仏をすることができた。長い時間仏様を供養し、その結果成仏ができたと説かれています。で、この大通知勝仏が出家する以前に16人の王子がいたというんですね。この16人の王子たちは普通の生活をしていましたが、父親が、大通知勝仏ですね、がこの上ない悟りを得たことを知って、自らの生活を捨てて、父であるこの大通知勝仏のもとへ行きました。そして、この16人の王子の祖父、天輪女王も従者を引き連れて、大通知勝仏のもとへ行きます。この祖父ということですから、大通知勝仏のお父さんということですね。で、この天輪女王というのは仏教でよく出てくる王様です。で、これは固有名詞ではなくて、仏教を守護し、大変立派な王様のことを天輪女王と言います。そこでこの16人の子供たちは心を込めて手を合わせ、大通知勝仏に願い出るわけですね。あなたは大通知勝仏ですね。あなたは大変な修行を完成させ、仏となられました。あなたが成仏してくれたおかげで、私たちは大変な功徳を得ることができました。私たちはあなたに神明を捧げて帰依します。あなたに付き従います。弟子になりますという、そういうことを申し上げるわけですね。そして、世尊よ、法をお説きください。そうすれば、この世のすべてが安穏になるでしょう。天外や人外の者たちを憐れみ、豊かな利益を与えてください。このように16人の王子たちは申し上げるわけです。次に、大通知勝仏が成仏したときに、大地が六種に振動し、世界があまねく照らされたと説かれます。この振動と照らされるというのは、除法のところでも同じような場面がありました。何か良いことが起きそうな、そういった吉兆ですね。この光は世界の隅々まで照らしたので、この中に観ぞ、たちまちに衆生を生ぜるや、この世界にはこれほどの生き物がいるのかとみんな驚いたと表現されています。面白いですね。確かに私たちは狭い世界で生きていると、この世界に多種多様な人たちや生命があるということをなかなか認識できません。しかし少し外の世界に目を向けると、光を当ててみると、本当に多くの生命と多くの生き方があることを知ります。大事なことですね。さて、このように世界があまねく照らされたことにより、各地にいた梵天などの諸天前人が、これは何事であるかというふうに驚きます。そこでまず東方の諸天前人たちが光の出所を探すと、大通知勝仏がいらっしゃって、そこで16人の王子たちが説法をしてくださいと願い出ている様子が見えたんですね。そこで諸天前人たちは、とても美しい花々など、たくさんの供養を大通知勝仏にして、法を説いてくれるように願い出ます。その時大通知勝仏は、黙念としてこれを許したまおうと説法することを許されます。黙ってよしということだったんでしょうね。ここから先ほど東方とありましたが、残りの十方とは東西南北、その間の四方と上下のことを言いますから、ありとあらゆる世界のことを表すんですけども、この十方の諸天前人たちが同じように大通知勝仏を供養し、説法を願い出ていきます。で、順番に諸天前人が教えを説いてくださいと願い出る場面が、この経文に実際に説かれていくんですね。南方の、それから北方のというような形で説かれていきます。で、こういうところが、お経文の中で、たくさん出てくるんですけども、そういう時になぜ仏様は速やかに教えを説かないのか、
速やかに教えを説いてあげればいいじゃないかとこう思われるかもしれません。しかし、そうすると私たちのような主情は教えを大切にしなくなってしまうんですね。これもちょっと余談になってしまうんですけど、昔コピー機などがなかった時代は、読みたい本や資料はその資料があるところに自分で行って、そして全部実際に自分で書き写して、それで勉強していたんですね。ですからやっぱりその中に書かれていることを大事にしていくっていうことがありました。今はすぐ本も手に入りますし、インターネットなどで簡単に情報も手に入るようになりましたが、その結果、そこに書いてあるもの、そこに書いてある知識というものがあまり大事にされなくなってしまったということがあります。仏様からしても大事な説法を聞き漏らしてもらっては困るし、聞いたはいいけれど、聞いたそばからすっかり忘れてしまいました。ではこれは困りますね。それを主情の方も、こういう諸天前人たちは立派な方々ですから、それを分かっておりますから、ちゃんと今節丁寧に願い出ていくという場面が何度となく示されていくわけですね。で、話を戻しますが、実法の諸天前人たちが説法を願い出ていきます。そして最後に情報の梵天たちが説法を願い出るときに次のように大通知勝仏に申し上げるんですね。この経文は、願に四空読、風牛王一切、ガート陽修上、海宮成仏道とこう読みます。願わくば、この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主情と皆ともに仏道を上善。どうぞお願いします。この功徳はすべての生きる者たちに及ぼして、私たちやその者たちが皆共に仏になる道を成就できますようにと。大変有名なお経文ですので、もしかしたらどこかで聞いたことがあるかもしれません。とても素晴らしいお経文ですね。誰か一人の成仏ではなくて、皆共に成仏することができるようにとこう願い出るわけです。私たちにとってもそうだと思いますが、結局自分一人だけの祈りでは救われるようなことはないのだと思います。なぜなら私たちは一人で生きているわけではないからですね。ですからどこまで行っても皆がともどもに成仏できるようにと祈っていくことが大事なのだと思います。さて、これらの願い出を受けて大通知勝仏はまず導入として四体と十二因縁の説法を行います。これを受けて16人の王子、先ほど出てきました16人の王子たちは出家して奢弥となります。奢弥というのは仏道修行の初心の者たちのことを言います。この16人の王子たちはすでに大変に優れた出家者であったと説かれています。そして四体と十二因縁ではなく真の教えを説いてくださいと改めて大通知勝仏に願い出るんですね。その様子を見ていた天輪女王の従者たち、先ほど言いました天輪女王に付き従っていた従者たち、8万石ですね。また大変な数ですけども、8万石の人たちが天輪女王に自分たちも大通知勝仏の下で出家していいかというふうに願い出て、天輪女王はこれを許します。そしてここで大通知勝仏は奢弥たちの願い出を受けて、この大乗経の妙法蓮華経菩薩法仏書5年と名付くるを説きたもうと。菩薩を教える法にして仏に守り念ぜられる大乗経典の妙法蓮華経をお説きになられたと。大通知勝仏も今の釈尊と同じように法華経を説いたということがここで表されるわけです。そしてこの妙法蓮華経が説き終わると16人の王子たちは、もうここでは16人の王子たちは16の菩薩奢弥とも呼ばれてるんですけども、16の菩薩奢弥たちはこの妙法蓮華経を受持することができました。そして周りにいた証文などの修行者たちもこの法華経、妙法蓮華経を信受していきます。ところがやっぱりここでも法華経を信受しない、また疑いを持ってしまう人々が出てきてしまうんですね。その数、1000万石。仏教の数。いやーすごいですね。
なかなか私たちの想像の範疇を超えた数が仏教では出てきます。これらの人たちがこの法華経を信じしない、また疑いを持ってしまうということになるんですね。で、これらのことを受けて、では第一宇地小仏や16の王子たちはどうしていくのか、それは次回の話とさせていただきます。今週からまた寒くなるようです。皆様くれぐれも大事にお過ごしください。ご清聴いただき誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。